はい、皆さんこんにちは。ヤンビーザチャンネルです。いや、もう本当に暑くなってきました。この時期にバイクに乗るっていうのはできれば控えたいですね。特にヤマハ SR は熱による、操作性の悪化みたいなものが結構顕著なバイクですから、バイクに乗るのが苦行にならないように、まったり楽しみたいなっていうふうに思います。で、前回はですね、すごく個人的な、偏見に基づいた、SR400 の中古車両についてとか、カスタムバイクライフみたいなものについてお話ししたんですが、簡単に言うと安い個体を手に入れてケチった分のお金でしっかり環境を作りましょうみたいなことをですね、お話をしました。とはいえですね、実践できる人もやっぱりちょっと限られるかなっていうふうにも正直思いますし、すぐ、思い立ったからといって近くに良い物件が空いているみたいなこともそうそうないかもしれませんから、改めてどんな形であれ、ヤマハ SR の中古車両を手に入れた時にまずケアしておかないといけない部分みたいなものについて今回はお話ししたいと思います。今回はですね、クラッチについてです。整備不良のヤマハ SR のクラッチ、これは本当に困りものですね。左手のレバー操作も重いですし、スパッと切れない、左足の、シフトチェンジ、ギアチェンジが入りにくかったり、そもそもギアの上げ下げの入力が、伝達する構造もやっぱりダメな、エンジンだと思っているので、全然気持ちよくない。末期的な車両になってくると、もう一足入れた途端にインストしたりとか、実際中でクラッチ切れてないみたいな形ですね。で、ヤマハ SR の愛想を尽かす原因の一つにやっぱりクラッチにまつわる、トラブルが占める割合っていうのはかなり大きいなっていうふうに思っていて、整備さえしておけば、軽いですよみたいなことも言われることもあるんですけど、こんなのはっきり言ってベテランライダーのただのマウントでしかなくてですね、ヤマハ SR のクラッチ周りに関しては本当に好意的な、評価っていうのができない。 SR400 の長い歴史の中で全く改善しない山を来たっていうのは、これはもうヤマハの怠慢だと思ってるんですけど、こちらが、クラッチの構成部品です。夏の野菜で解説したいと思います。はい、今回は分かりやすく夏のお野菜で解説してみたいと思います。で、ヤマハ SR のクラッチはトウモロコシ、アスパラガス、ヒラタケ、この3つで構成されています。クラッチレバーを引くと、ワイヤーを介してプッシュレバーが進行方向側に引かれて左回転します。回転したプッシュレバーはプッシュロッド1を押し、プッシュロッド2を進行方向右側、つまりクラッチ側のプレッシャープレートのバネを縮めるよう力を伝えます。走行距離が伸びていくと、トウモロコシじゃなかったプッシュレバーとアスパラガスじゃなかったプッシュロッド1、ヒラタケコとプッシュロッド2の接触する箇所の摩耗が進行してそれぞれ削られ隙間ができ始め、クラッチレバーを引いてもストローク不足でクラッチ板を開放することができなくなってしまいます。また、力を伝えるときに作用する角度も浅くなり、クラッチレバーが重く感じられることでしょう。クラッチワイヤーも引っ張る力がかかり続けることで伸びてしまっているので、ますますクラッチが切れにくい状態になってしまうのです。一応、プッシュロッド側で調整はできるようになっており、クラッチアジャストスクリューを回すことで接触部分を下に移動させてずらすことができます。接触面は斜めにカットされたプッシュロッドの摩耗分もフォローする形状です。まず最初にできる整備は接触部分をずらして最適化することなのですが、摩耗がひどいと削れたくぼみにプッシュロッド1の先端がはまって調整もできなくなります。レバー側のワイヤーは引っ張る力がかかるので、時間が経つと伸びていく。で、エンジン側のそれぞれの部品は、押し合って作用するので、摩耗していってちびていく。で、左手のレバーを引く力がクラッチまで、伝わらなくなるっていうことなんですけれども、で、残念ながらクラッチレバーが激重の中古車両を買ってしまった方、乗ってて、左手の操作
が苦痛に感じられる方、根本的には、部品全部変えてしまうっていうのが正解なんですけれども、エンジンの右側、クランクケースのカバーを開けないといけない。で、これに関してはネットでもたくさん解説されていると思いますし、エンジン下ろさないといけないっていうほどの、工数がかかるわけではない、工具もややこしいものはほとんどないので、実際チャレンジしてみるとそれほど難しい作業っていうわけでもないんですね。クラッチ側の部分はもうほとんど入れ替えちゃえば済む話、欠けているというか減っている部分を新しいのにするっていうだけなので、組み付け直して元に戻すっていう作業なので、それほど難しい作業ではないんですが、前回の動画でもお伝えしたんですけど、作業自体は難しくなくても、作業する場所を確保するのが難しいっていうことがやっぱり一気にハードルを上げてしまう原因だなっていうふうには思っています。クランクケース開けるみたいなことになってくると、やっぱりそのオイルがちょっと垂れてしまったりっていうことも実際起きたりはするので、駐輪場とか、賃貸なんかだと共用部分なんかでやっちゃったりすると、床の部分汚したりとかっていうことがあるとやっぱり迷惑もかかってしまいますし、何より往来の人目についたりするっていうのもあんまりいいものではないかなっていうふうには思います。で、バイク屋さんに手っ取り早く持っていきましょうっていう話になるんですけど、部品を買うお金がないとか、バイク屋に払う工賃がすぐ工面できないとか、学生さんだと結構あるかなっていうふうに思うんですけどもね、対処療法的に、パーツとしてこれ使っておけば、その場しのぎになりますよっていうものをご紹介しておきたいというふうに思います。はい、クラッチワイヤーの伸びに対処する、あるいはエンジンの中のプッシュロッドがちびてしまうので、その分の引き代を強くするっていうために、これは、デイトナの、クラッチワイヤーを使います。これは10センチ短いショートクラッチケーブルなんですけど、アウターの長さを調節するアジャスターがついていて、でこのアウターの部分を伸ばすと、だいたい外側のカバーの部分ですね、これが10ミリぐらい伸びるものになっています。でアウターを伸ばすってことは相対的にインナーのワイヤーがその分短くなるっていうことになりますから、1センチ分ぐらいの調整が効くっていうことですね。で、これを入れておくとクラッチが切りやすくなります。で、純正の長さのものと、これはセパハン用に10センチ短いものなんですけどの、2種類が販売されています。でケーブルの取り回しにもよるんですけど、10センチ短いっていうことはその分摩擦による抵抗っていうのが減ってますし、見た目にもすっきりするっていう部分もあるので、別にクラッチ切れにくくないんだよ今もっていうバイクでも、交換しておいてもいいのかなっていうふうに個人的には思っています。値段も全然高くないです。FI 社を含む全年式使える、クラッチケーブルなんですけど、これで、税込みの2310円なので、すごくお得感のあるものですね。でホンダのトレッキングバイクなんかだと、例えばシルクロードとかでもそうだと思うんですけど、クラッチケーブルもともとアジャスターついてるもの、入ってるものってそんなに珍しくないんですよね、純正部品でも。でヤマハはなんでこれを、対策しなかったのかみたいなのは本当によくわからない部分かなと思います。で、お金のまだ余裕があるよっていう方は、ちゃんとプッシュロッドとかエンジンの中も部品を交換した上で、真裏のヒューメック、油圧クラッチ、こちらをおすすめします。ぶっちゃけそこそこ、4、5万円、かかるようなパーツなんですけど、ケーブル側のメンテナンスみたいなものは、油を差したりとかっていうのはしなくてよくなるっていうところもありますし、ワイヤーの摩擦がなくなるので、やっぱ随分クラッチが軽くなります。真裏の油圧クラッチヒューメック自体はですね、今まで3回、マイナーチェンジされていると思うんですね。で、古い方のものはボディが金色で、ちょっと目立っちゃう感じというか、SR でもちょっと黒くマットに仕上げたいみたいな時に、違和感感じるような、カラーリングだったんですけど、今の一番新しい、3型ですね、新しいものについてはすごくマットな黒い色になっていて、地味な感じでそれほど目立たなくなって、違和感もすごく少ないかなというふうに思っています。でヤマハ SR 用には、デコンプレバーもついていますし、かっこいい部品かっていうと、そうでもないというか、クラシックなスタイルを若干スポイルするパーツではあるんですね。今風になってしまうんですけど、
若い方はね、デートナのケーブルで頑張っていただいて、おっちゃん以上の方は油圧クラッチで快適に乗っていただくっていうのも一ついいのかなっていうふうには思います。いずれにせよですね、カフェレーサースタイル、セパハンに、交換している車両で、右左折の時に左手の操作がしんどいっていうのは結構やっぱ危険なことなんですよね。特に、右折のタイミングで肘が伸びる、状態で、クラッチ切るよみたいな時に関しては本当に、肘が伸びて握力効かせにくいというか握りにくくなるんで、辛くないように整備しておくっていうのはもう必須かなと思います。カスタムをした後にやっぱり操作性が悪くなったとか乗りにくくなったっていうのはそこはしっかりとケアしていきたいっていうふうに思いますね。で特に初めてのバイクが中古のヤマハ SR だよっていう人は、車両にもよるのかもしれないですけどクラッチの重さとか、シフトチェンジ、左足の節度のなさみたいなものをやっぱり感じることが多いかなっていうふうに思っているんですが、これをオートバイ全部そうだっていうふうな印象を持たないでおいていただきたいっていうふうにはすごく思います。これ本当ヤマハ SR の悪いところでしかないので、改善する整備することによって良くなりますし、で、別のパーツとかもやっぱりそこもちゃんと視野に入れてデートナさんみたいに作ってくださっているところもあるので、積極的に取り入れていくことで楽しく乗っていただけるんじゃないかなっていうふうに思います。で今回は、ヤマハ SR の、クラッチについてお伝えいたしました。もう中古車両今からもう安いの探すよみたいな買うよみたいな人はここは真っ先に手を入れないといけないんだなっていうふうにご認識いただければと思います。で次回なんですけど、もう暑いから、正直バイク維持したくないので、アパレルの話をちょっとして、時間稼ぎをしたいなっていうふうに思います。秋までは。カフェレーサーカルチャー切っても切れないライダースの話ですね。いくつかできればなっていうふうに思っています。誰でも知っている基本的なことで、あとロンジャンといえばルイス・レザーなんですけど、そのルイスの話、あと同じ英国のブランドでジェームス・グロースっていうのがあるんですけど、ジェームス・グロースの話について、何回かに分けてお話ししたいなっていうふうに思っています。ご興味のある方は、何回か、続けてみていただくのもいいのかなっていうふうに思いますのでよろしくお願いいたします。今回も長い間お付き合いいただきましてありがとうございました。